はいどうもこんにちは。この動画では After Effects でプラグインを使わずに映像の中に花火を合成する方法をご紹介していきます。今回のアクションステップはこちら。今回キーポイントとなるのが花火の作成と映像に合わせるトラッキングですが、この2つができるようになると CG を作成して映像に組み合わせる過程が理解できるようになるので、ここで学んでみてください。それでは早速本編を見ていきましょう。アクション。ではまずはこのコンポジションの画面に新規平面を作成して早速パーティクルを使った花火を作っていきましょう。ということでこの平面に対して CC パーティクルワールドというものを提供していきます。すると早速画面の中央からパーティクルがドバドバと吹き出るいやらしい映像が出来上がりました。出続けるのもなんなのでこの花火は爆発させてさっさと終わらせてやりましょう。インジゲーターを前へと進めておいてからエフェクトコントロールからバースレートのところでキーフレームのアニメーションスイッチをオンにします。そしたらキーボード U でキーフレームの位置が見れますが、コマンドで1フレーム進めておいてからバースレートの数値は0に変更します。するとこれ以上パーティクルが発生しなくなりますので、ドバドバ出ていたパーティクルも短い命となってしまい爆発のように見えるようになります。ちょうど私が小学生の時同じクラスの三浦くんが給食の牛乳を吹き出した時のような爆発具合になりました。私の顔面にもちょっとかかりました。さあそうしたらこの花火の量を変更するためには最初のキーフレームへと移って、ここでバースレートの数値を上げるとパーティクルの量が増えますので、花火の迫力もまた変わっていきます。ではこれで花火の量の問題はいいですね。次は位置とか大きさを変えていく方法です。通常であればプロデューサーのところを開くと、ここにあるポジションだったり半径のところで位置とかは大きさを変えていくこともできますが、今回はここのところはまだいいです。これから調整するのが物理的性質を司るフィジックスです。花火でいうところの花火職人です。違うか。ということでこのフィジックスから今回はグラビティ、つまり重力を調整します。今の状態ですとちょっと粒が下に重力で落ちていって三浦くんの牛乳を思い出す人が多いと思いますので、もうちょっと火花が全体に広がっていく花火らしい仕上がりにしていきましょう。重力の数値を0にしてみるとこんな感じで爆発していきながらそのまま勢いでどっかに飛んでいってしまいます。これもこれで火花っぽくはないので、若干重力を加えてやんわりと落ちていくようにしていきます。ということでこれもキーフレームのアニメーションをオンにしておいてから次第に重力が増えるようにアニメーションをつけていきましょう。この辺は花火の広がり方や重力のかかり方などを見ていきながら、数値であったりとかキーフレームの位置とかを調整していきながら見ていってください。それでは動きや広がり方に関してはこれで満足したというのであれば、続いてパーティクルへと進んでつぶつぶを変えていきましょう。ここのところでパーティクルタイプを変更することができますが、例えばスターにしてみるとこんな感じでキラキラが吹き出るようになります。このままだと三浦くんが給食でじゃがいもを吹き出した時を思い出す人もいるかと思いますので、バースサイズの数値を少し下げておきます。そしたら次はデスサイズ、つまり最後のなくなる時のパーティクルのサイズを 0.01 とかにしてかなり小さくしてみます。さあするとこのようにキラキラが爆発で生まれるようになります。三浦くんのくしゃみですね。ここからもしも花火を複雑にしていきたければ、このパーティクルレイヤーを複製した状態でパーティクルのタイプをラインとか別のものに変更してみましょう。さあするとこのように先ほどよりもちょっとキラキラとしたいい感じの花火の爆発になりました。もしここで花火の色を変えたければ、パーティクルの生まれてくる色と終わりの色をここで決めることで花火の色を変えていくことができます。今回はこのように青色にしておいてから2つのパーティクルの色もそれぞれ美しく見えるように変えておきましょう。もう少し花火を複雑に見せるためにも、例えばこのパーティクルを再び複製しておいてから花火が終わった後で一番上のレイヤーを切っておきます。そしてこのパーティクルはロンジェビティのところの数値を上げることで花火が一度消えた後にもう一度出現する効果を演出することができます。パーンと爆発して終わったかと思いきや余韻としてちょっとだけキラキラするあの現象です。まあこんな感じでいろいろと数値をいじったりしながらあなたの思い描く理想の花火を作ってみてください。最後の余韻の部分はタイプをスターにしておいてから不透明度のキーフレームアニメーションとかを加えてみるといい感じに見えるかと思いますので、これで調整してみましょう。さあそれではこれで爆発する花火は出来上がりです。
ということでこれら全てを選択しておいてから右クリックかもしくはコマンドシフト C でプリコンポーズをしておきましょう。コンポジションの名前はエクスプロージョンという風にしておきます。さあこれが爆発です。では次は下から打ち上げた時に出る花火が昇っていくエフェクトを作っていきます。ということで新規平面を作成しておいたら名前は今度はラインという風にしておきます。そしたらこの平面に対して CC Particle Systems 2というのを提供します。さあすると先ほどと同様に線の爆発ができていますが、今回はこの線は下から上に向かって昇るようにしていきます。爆発は後なのでこのレイヤーは右にずらしておきます。ということでまずこの爆発は最終的には中心にやってくるようにしていきたいので、プロデューサーのところの1のキーフレームをここでオンにしておきます。そしたら少し時間を戻してここで開始のところを下の方へとしておきましょう。すると下から昇ってきた爆発が真ん中へと向かうこのような動きが出来上がりました。さあではここからパーティクルの設定をしていきます。まずここではラディウス X は0にしておいてからフィジックスのところで物理的性質を変えていきます。今回はアニメーションの種類を 2R にしておきましょう。すると回転するような感じになります。そしたら重力は下方向で大丈夫です。そしてこのレジスタンスのところの数値を上げるとこのように広がりが抑えられます。見やすいようにとりあえず広げたまま次はパーティクルを見てみます。そしてここで今はラインになっておりますが、ここで Faded Sphere というのを選択しておきましょう。するとぼかされたパーティクルのつぶつぶが出来上がります。そしたら最後の死ぬデスサイズを0にしておいて後ろの方を小さくします。あとはバリエーションを変えておいてから色とかもここで調整しておきます。この辺は適当で大丈夫です。そしたら最後にベロシティの数値を下げることで直線上にしていくことができます。さあこのままだと直線がずっと表示されている状態なので、先ほどと同様にバースレートのところで数値が次第に0になるようにキーフレームを作りましょう。ということでこれを見てみるとまだ不自然なので、こういう時はロンジェビティのところで寿命を短くします。するとこのようにビームが伸びて花火が爆発します。もう少し登っていくパーティクルをスピーディーに見せるためにエフェクトからブラーガウスを適用します。そしてこのブラーの方向をバーティカルにしておいてからブラーの数値を上げることによって縦方向にブラーがかかってスピード感があるように見せることができます。さあするとスピード感のある打ち上げ花火ができました。登っていくスピードをもう少し自然に見せるためにキーボード U でキーフレームを表示しておいて、キーフレームを全て選択しておいてからキーフレーム補助の Easy Ease かもしくは F9 を押しましょう。そしてグラフを開きます。右クリックを押すと速度グラフを編集というのがありますので、そこからこのグラフを見ることができます。このグラフを見ていきながら、例えば最初の方で打ち上がるスピードを速くしておいたり、キーフレームの間隔を調整していきましょう。打ち上がった段階で爆発するのではなくて、少しタイミングを空けてから爆発させてもいいかと思います。さあということでこのような感じで打ち上げる様子が出来上がりました。それでは続いては今作ったこの打ち上げ花火を実際の映像へと挿入して合成する方法をご紹介します。ということで今作ったこの2つのレイヤーを選択してプリコンポーズをしておきます。名前は Fireworks という風にしておきましょう。そしたら花火を入れる映像をここに挿入しておきます。今回の動画はこのように映像がちょっと動いておりますが、このままだと映像は動いているのに花火は動かなくなってしまいます。これに対してモーショントラッキングを使って花火を合成させていきます。ということで今挿入した映像に対して Windows のメニューからトラッカーというパネルを開いておきます。そしてこのトラッカーのパネルの中からトラックモーションというのを選択しましょう。するとトラックポイントというのが出現します。これを映像内で指定することによってここのポイントを中心に映像内でトラッキング、つまり追跡してくれるようになります。なので分かりやすいところにこのポイントを配置してあげましょう。さあそしたらこれでトラッカーのメニューの再生ボタンみたいなのを押します。そしたらうまい具合にトラックされればこの下の適用というボタンを押すことで適用するオプションが開きます。今回は X と Y 軸でトラックさせます。
これで適用すると下の映像とともに指定したレイヤー、つまり今回は先ほどの花火も一緒にトラックされて、このように映像と一緒に動くようになります。そしたらこの花火はアンカーポイントなどを使いながらいい感じのところに配置してあげましょう。スケールとかアンカーポイントを使いながらいい感じの大きさと場所にしていきながら花火の配置を決めていきます。さあ、これで映像とともに花火も動くトラッキングはできました。他にもう少し微調整として、例えば花火が爆発した時にビルの手前に火花が飛び散っておりますので、ここをビルの影に隠れるようにマスクを切っていきましょう。ということで火花がやってくるところで花火のレイヤーを選択してペンツールに切り替えておいたら、ビルの形に沿ってペンでなぞって型を作っていきます。するとこのマスク自体もカメラと一緒に動きますので、このようにビルの後ろで花火が爆発する美しい見せ方ができるようになりました。さあ、これだけでも見た感じいいですね。そうしたら続いてはこの花火をもう少し映像に溶け込ませるために、花火と同時に空も若干光らせていきましょう。ということで一番上に調整レイヤーを作成しておいてから名前をガンマとかに変えておきます。そしたらエフェクト&プリセットからガンマペデスタルゲインエフェクトというのを提供しましょう。必殺技みたいな名前ですね。ガンマペデスタルゲインエフェクトつってね。はい、すいません。するとこのガンマの数値をそれぞれ動かすと空が明るみを帯びるようになります。これを使って花火が爆発した時に若干空もピカッと明るくしちゃいましょう。今回は花火の色が緑なので、ガンマの中でも緑のやつとかを上げてみるといい感じかと思います。ということで花火が爆発する前のところあたりでオルトオプションカッコでレイヤーをカットしておきましょう。そしてこの中のグリーンガンマと黒のストレッチという2つにキーフレームを打っておきます。そしたらキーボード U を押しておいてからしばらく時間を進めた上でガンマの数値を上げていってちょっと明るくしていきます。ここまで作っておいたらまたしばらくタイムラインを進めておいてから再び最初の時と同じガンマに戻しておきます。このような感じで花火が光るたびにキーフレームをつけておくと画面全体が花火が爆発するのとともに明るくなるこんな感じの映像になります。これでもいいかもしれませんが、今回は花火の周りだけ明るくなるようにこれまたマスクを切っていきます。ということで花火の周りに合わせて楕円形ツールを選択してガンマのレイヤーを選択してマスクを切っていきましょう。そしたらマスクのメニューを開きますが、ここでマスクの拡張であったりマスクのぼかしの数値を変えていきながら光らせていきたい範囲を変えていきます。さあ、これで花火を打ち上げてから映像に合成するまでの流れは以上ですが、ぜひともこれを機に合成映像にもチャレンジしてみてください。さあ、ということで今回の動画は以上です。ここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれ。いつか会える日を。